What's going on, guys? Welcome back to the channel. Welcome back another day. I promised you guys more than 2 episodes this week. Hopefully you guys are happy. Not that you care that much, but anyways, we are trucking right along with some more episodes of Legend of the Galactic Heroes, episodes 51 and 52. Well, we're gonna use Reinhardt as bait now. I'm ready. Let's get it, man. Let's see the great showdown of Yang versus Reinhardt for real this time. Anyways, let's jump into it. Thank you guys so much being patient, man, with the show. We're definitely gonna finish this show this year, guys. We're gonna finish it this year, so no worries. There's a lot of episodes to go, but we're gonna get through it. As I said, I'm going to dedicate a day where I just sit down and just watch Legends of the Galactic Heroes, so you guys can have a lot of episodes to watch during a week or 2 weeks or whatever, so you can get off my back about it. I'm just kidding. Just kidding. Just can you take a joke, man? Can you take a joke? All right, let's jump into it, man. Episode 51 and 52. Let's get it. The war continues. See you guys for the review. Well, 恐ろしい男だな。各提督だけでなく、ローエングラム公自身もガンダルバ政権を発信したそうだ。一路ハイネセンを目指している。敵の各艦隊が最も離れた時点で仕掛けるつもりだったんだが、そこまで待っていてはローエングラム公の本隊がハイネセンについてしまう。それを阻止するためには、まだ各艦隊がさほど時間を置かずに戻ってこられる位置にいる時点で開戦を余儀なくされるということですよね。予定より早い時点で仕掛け、限られた時間の中でローエングラム公に勝たなくてはならない。しかも向こうは他の味方が戻ってくるまで戦線を維持していればいいだけだ。かろうじて一個艦隊同士の決戦には持ち込んだが、とても五分の条件とは言えないね。誰か変わってくれないかな。入ってもよろしいですか。お前に向けて閉ざすドアを私は持っていないよ。入りなさい。では私はこれで。何か。いや、ご苦労さん。座りなさい。お邪魔だったのではないですか。バカなことを。それよりなんだい、改まって。ローエングラム公が全軍を分散させたことをどうお考えですか。どう考えると言われてもな。では僕の考えを述べさせていただきますけど、これは明らかに罠です。行けば必ず罠にはまります。どんな罠かね。我が艦隊が敵の本拠地に接近したら、タイミングを測って全艦隊が一挙に反転し、巨大な網の中に我々を追い込んで包囲殲滅する、そういう罠です。無論ご存知だったんでしょう。僕にわかるくらいですから。それなのにあえて罠の中に飛び込むとおっしゃるんですね。やれやれ。普通は年少者が突進を主張して年長者がそれを抑えるものだが、どうも逆になっているようだな。私がローエングラム公に負けると思うのかい。そんな言い方で口封じをなさるのは卑怯です。いや、悪かった。お前の言う通りだ。こんな言い方は卑怯だった。いえ、僕の方こそ生意気なことを申し上げてすみません。なあユリアン、私は勝算のない戦いをしないことをモットーにしてきたし、今回も決してそのモットーに背いているわけではないんだ。勝算は終わりなんですね。いや、正直なところ多くはない。だけどこれは唯一の機会なんだ。ローエングラム公は私の狙いを正確に読み取った上で私に誘いをかけてきている。いわば私の非礼な挑戦に応えてくれたわけだ。その域に感じてこちらも堂々と正面から戦うということですか。いや、私はそれほどロマンチストじゃないよ。私が今考えているのは、ローエングラム公のロマンチシズムとプライドを利用していかに勝つか、それだけさ。実はもっと楽をして勝ちたいんだが、これが今回一番楽な方法なんだから仕方がない。とにかく無理をなさってはダメですよ。
あ、大丈夫だよ。無理するのは私の趣味じゃない。心 Uh, 配し we て all know that. それから何でもないです。それでは僕はこれで。な。 You just ask her out already, dude. Like, tired of the tension between you two. 少佐。 はい。 Jesus Christ. Dude. Spit it out. She's literally expecting it. フレーテリカ。 Yes, I think she knows her name. 11年間の時間をようやく取り戻せたような気がしますわ。提督が私のファーストネームを呼んでくださったのはエルファシル以来です。覚えてらっしゃいます？ He gotta have at least like 10 years on that girl. He 31, he 32. あ、 I think she's like, ミ she's, ス・グリーンヒル。 フレデリ she カっ what? て呼んでください。 How old is she at this point? フレデリカ。 She looked like she was a teenager at that その point. 戦いが終わったら、私は君より7歳も年上だし、 7 years. なんてい Okay. うか、その She's like 25. としては欠けたところがあるし、いろいろと顧みてこんなことを申し込む資格があるかどうか疑問だし、いかにも地位利用をしているみたいだし、目の前に戦闘を控えてこんなことを申し込むのは不謹慎だろうし、だけど言わなくて後悔するよりは言って後悔した方がいい。困ったな。さっきから自分の都合ばかり言っている。要するに結婚してほしいんだ。 Did he just ask this woman 二人 to? の年金を合わせたら老後も食べるには困らないと思いますわ。それに私の両親は8歳違いでした。そのことをもっと早く申し上げておくべきでしたわ。そしたらどうかなさいましたか？返事をまだしてもらってないんだが、どうなんだろう。 Bro, you just, bro, did y'all ain't even dated yet? イエスですわ、閣下。喜んで。ありがとう。 This is how we do it now. Hold on a second. When did it become so easy to get married? Damn, he just. This is the first time. That's like, I know they've been around each other for a long time, but could we ease into it? Like, you know what I'm saying? I didn't expect him to just ask her to just marry. Alright, bro. なんと言っていいか、なんと言うべきか。そうか。 This is so weird. とうとうヤンのやつなけなしの勇気を総動員したか。まあ基本的にはめでたいことだ。一つ乾杯といこうか。すいません、先に。基本的にはめでたいことだっておっしゃいましたけど、どういうことなんですか？そりゃヤンにはめでたいさ。なんとあいつに嫁さんのなり手があったんだからな。それも特上のな。グレンヒル少佐にしても、まあ物好きの極地ながら好きな相手と結婚できるわけで誠にめでたい。何しろ葬式は一人でできるが、結婚式は二人でないとできないしな。じゃあどうして基本的にはなんです？ Yeah, why did you say それはお basically? 前さんが乾杯の前に一杯開けてしまったのと同じわけさ。ミス・グリーンヒルのこと憧れていたんだろう。 Ah. 僕はお二人を It did kind of seem like that too. 本当です。お二人とも僕は大好きだし、これはもう当然の結果で。分かってるよ。もう一杯行くか。薄く。なユリア。こいつはおせっかいを承知で言うんだがな。恋愛に限らず人の心のメカニズムは方程式じゃ解けないんだ。一つのものに対する愛情が他のものに対する愛情も尊敬も失わせてしまうこともそう珍しいことじゃない。理屈じゃない。どうしようもなくそうなってしまうんだ。正直お前さんがそうなってはちょっと困ると思っていた。お前さんは頭もいいし性格もまず立派なものだ。だがそんなものと関わりなく炎ってやつは燃え上がるものでね。わかります。まあわかるのはいいことさ。たとえ頭の中だけでもな。
かしあの二人結婚してからも提督とか少佐とか呼び合うのかな。まさかそんなこともないでしょう。いや、うちの家内も結婚した当初は俺をキャゼルヌ大尉と呼んでいたものさ。呼ばれるたびについ敬礼したくなったね。それにしてもそれこそ生き残ったらの話だが、あいつらが結婚したらユリアンはどうする？まあうちへ下宿すればいいことだな。新婚生活の邪魔をする気はありませんよ。なんと言いましたっけ？馬に蹴られて死ぬってやつ、僕は嫌ですからね。冗談はともかく行ってみたいところがあるので旅に出ようかと思っているんです。え？どこだい？地球です。地球？例の地球卿の司教の話を確かめに行くのか？ええ、そんなところです。いずれにしてもお二人のご結婚を見届けてからの話ですが。うん。お幸せに。敵の位置を知れました。バーミリオン政権にて敵と接触することになりましょう。やはりここか。シュトライト。はっ。全軍に休息を命じよう。はっ。敵の位置が知れた以上、すぐに戦闘が開始される恐れはない。今は緊張をほぐしておいた方がよかろう。3時間ほど自由に過ごさせてやれ。飲酒も許可する。はっ。全軍今から3時間の休息に入る。交代で食事とタンクベッド睡眠をとっておくように。今さら言うまでもないが、ローエングラム公は比類ない天才だ。正面から同兵力で戦ったらまず勝算はない。かもしれませんな。ですがあなただってそう悪くはない。今年に入ってから帝国の名だたる傭兵公社を立て続けに3人も手玉に取ったではありませんか。あれは運が良かったのさ。いや、それだけではないが、とにかく運が良かった。いずれにしても分散した敵の各艦隊が戻ってくる前、おそらく真っ先に駆けつけてくるのは疾風ウォールフだろうが、それまでに決着をつけなくてはならない。したがって我々は密集隊形で敵陣を強行突破して短期決戦に持ち込む。幸い敵は我々を殲滅しなければならないが、我々はただ一隻、総機関ブリュンヒルトを仕留めればいい。そこに我々の有利さがある。そういうわけで戦闘が始まったらしばらくは不眠不休だ。今のうちにみんなも休んでおいてくれ。勝てると思うかい、中将。あなたに本当に勝つ気があるがね。私は心の底から勝ちたいと思っているんだがね。いけませんな。ご自分で信じていらっしゃらないことを人に信じさせようとなさっては。あなたが勝つことだけを目的とする単純な職業軍人であるか、権力だけを欲する凡俗な野心家であるか、どちらかなら私としても先導する甲斐があるんですがね。ついでに自分自身の正義を信じて疑わない信念と責任感の人であれば、いくらでもけしかけられる。ところがあなた、戦っている最中でさえ自分の正義を全面的には信じていない人ですからな。信念なんぞないくせに戦えば必ず勝つ。唯心的な精神主義者から見れば許しがたい存在でしょうな。困った人だ。私は最悪の民主政治でも最良の専制政治に勝ると思っている。だから呼ぶトリウニヒト氏のためにラインハルト・フォン・ローエングラム公爵と戦うのさ。こいつはなかなか立派な信念だと思うがね。因果帝国を作ったルドルフは民衆の指示によって皇帝になった。最悪の民主政治の帰結する先に何があるか、興味深いとは思いませんか。逆説的ではありますがね、最良の民主政治を生み出す土壌としては最悪の民主政治と最良の専制政治、どちらが適しているんでしょうね。I don't know, bro. That's a good question. That's a good question right there. It's a good question. In other words, does rulership by the worst democracy provide better government? Provide better government than rulership by the best autocracy?
That's a damn good question. That is a damn good question, man. I'll talk about it more in the review. That's a damn good question. I can't even. You don't know. It's kind of like a. No, not it's not an oxymoron. It's more of like, you know, which it's like the better of two evils. You get what I'm saying? It's like what's the better of the two evils to pick, because really and truly, yeah, I'm saying it's one or the other, really. Yeah, I mean, it's one or the other, because none of these rulerships are perfect, quote unquote perfect, right? None of these are perfect. So I would love to hear what Yang's answer is, because he's talked about stuff like this in the past. You know, and this is the exact thing where I'm talking about when I tell you guys that this is a slow good burn, because stuff like this will come up during the episode. Like, you can't just kind of roll over stuff like this, because it does make you think. And that's the thing about, you know, that I've always kind of prided my channel on having these kind of discussions. If you're gonna watch something that's so deep beyond surface level, you have to take time to actually think about it. You know what I'm saying? Even if you're not going to have the conversation with the audience of the reactions, or you know, me having a conversation with you guys like live or whatever, because you guys don't communicate with me that much outside of the YouTube space, even though you guys know I have a Discord, but you don't bring these kind of talks over to the Discords or anything, so that we can talk about it, you know what I mean? Which I love to have these conversations, but I usually have to have these conversations with people that I'm recommending these shows to. So it's like, or people that have recommended the shows to me that, you know, doesn't really watch my channel or whatever. They just recommend these shows to me. Like, I'll ask people that watch a lot of animes, people that I have as friends. I'll ask them, like, what, you know, did you see Legend of Galactic Hero? They'll be like, yeah, man, one of the best. You know what I'm saying? So I'll have the discussion with them, you know, what did they think of, you know, them saying something like this. Great conversations to be had. It's crazy. Which is better indeed. 敵との距離84光秒。だんだん近づいてくるな。当たり前だ。遠ざかってどうする。敵軍イエローゾーンを突破しつつあり、完全に射程距離に入りました。撃て。最前線よりいかに動くべきか指示を請うと言ってきておりますが、それぞれの部署において対応せよ。何のために中級指揮官がいるのか、何もかも私がしなくてはならないのか。そんなことは敵と相談してやってくれ。こちらには何の選択権もないんだから。通信が妨害されるのは当然だ。伝令を出せ。そのためにシャトルを用意しているのだろうが。Man, like, do I have to decide everything for y'all? 集中砲火の的となる恐れがありますので、交代を許可いただきますよ。艦レベルの指揮は艦長に任せてある。中佐の良いように。それぞれの部署において対応せよ。よし、全艦突撃。閣下、よろしいのですか。まだ出撃命令は出ておりませんが。通信が妨害されて指揮系統が戦況の変化に対応できない以上、指令を待っていては勝機を失うことにもなりかねん。前線のことは前線で対応する。しかし、あれを見ろ。敵は第一陣の突破にも手こずっているようではないか。こんなところで待機しているより前線参加して我々の手でヤンの息の根を止める好機ではないか。 Getting cocky again. なんだってこんなに後退するんだ。
指揮がしにくいじゃないか。閣下、敵の連携が乱れている。チャンスなんだ。状況がつかみやすい位置まで前進してくれ。トゥルナイゼン兵、何のつもりだ。今だ、撃て。一体トゥルナイゼンは何をしているのか。トゥルナイゼン艦隊応答せよ。トゥルナイゼン艦隊応答せよ。トゥルナイゼン艦隊声は遠くまで届くのに目は近くのものしか見えない。忌避すべき役目です。この戦いが終わって生き残っていたら K の忠告に従うとしよう。だが差し当たり生き残るためには奴の戦力が必要なのだ。伝令のシャトルを出してトゥルナイゼンと連絡を取れ。最高指導者が呼号する正義を実現させるため、無数の兵士が生きながら焼かれ、足や腕をなくさねばならないのだ。だが権力者たちが戦場から遠い安全な場所にいる限り、正義と信念は命よりはるかに貴重だと主張し続けるに違いない。もしラインハルト・フォン・ローエングラムが彼ら凡庸で卑劣な権力者たちと一線を画し得るとすれば、彼が常に自ら陣頭に立つことにあったろう。そしてヤン・ウェンリーは常に自分が大量殺戮者であるとの意識に苛まれていた。その自分が家庭的幸福など求める資格があるだろうか。その思いが今までフレデリカ・グリーンヒルの気持ちに応えることをためらわせた最大の原因であった。ようやく乗り越えたかに見えても、完全に心の整理をつけることはできそうになかった。宇宙歴799年、帝国歴490年4月26日、ラインハルト・フォン・ローエングラムとヤン・ウェンリーは互いに予期せぬ乱戦の中にあった。It's kind of like what determines that best. As I'm sitting here thinking about it, you know what I'm saying? It's really what determines that best. Like the best autocracy, like the person that's in charge, you know, that one person dictator that's in charge, right? Is he a good person? You know what I'm saying? It depends on the nature of the person. It really does. Because, you know, you can have, I mean, when you're talking about the worst democracy, I mean, I guess you could make the argument that America has one of the worst democracies, but it is what it is. It works. It's not, I don't think it's the worst in the world, but yeah, you know what I'm saying, it's not the best. That's for damn sure. It's not the best. People tend to want to say America is the greatest country in the world. There are certain privilege and freedom that comes with living in this country, so I'm not going to knock it for that. But to say it's the best democracy is a stretch. So, worst democracy versus best autocracy. As I said, I just thinking about it, it has to do with the individual. Who's running the democracy or who's running the autocracy? You know what I'm saying? It all depends on the individual. I mean, of course, we know that democracy is a system, is a system of government that, you know, kind of like, you know, you have a president, but it's like a board. You know what I'm saying? It's an administration where you have different people that he has to consult, get ideas from. When it comes on to an autocracy, the dictator doesn't really have to listen to anybody. He just makes all decisions. If he feels like his decisions are right, you can't tell him that it's wrong. You know what I'm saying? So the best autocracy would be the best individual, like an individual that has some sort of democratic kind of way of thinking, of helping everybody and stuff like that, not under the guise of like communism and socialism and stuff like that. It's like that would be the perfect autocracy, but most of the time you don't really get that. I'm sorry, I couldn't wait until the review to talk about that. But you guys can tell me what your opinions are. Tell me what your opinions are. What do you think would be, what's better?
What do you think is better, the worst democracy or the best autocracy? You get what I'm saying? Like, what do you think is better? It's tough. Like, that's not something you can just come up with the answer with, like, in a day. Like, what would you prefer? You know what I mean? Are we jumping right in, or do we need to skip this intro? We gotta skip the intro. だに兵力を消耗させてしまった。なんとまずい戦いをしたことか。もっと兵力があればな。あと1万隻、いや5000隻、いやいや3000隻でいい。そうすれば。I guess that's an experience for you, but you're dead. I wouldn't have thought of funeral for that. まるでパイの皮を剥くようだ。後から次の防御陣が現れ、再現がありませんな。今さらやめるわけにもいかんでしょう。9枚目の皮むきにかかりますか、それとも。この後に及んで前進をやめても得るものは何もない。ローエングラム港の思惑が不気味ではあるが、進むしかないだろう。閣下。なんだね。はい、閣下。ローエングラム港が何をしようとしているか分かったような気がします。表現は正確にすることだ。ローエングラム港が何を考えているかということと、何をやっているかということの間には一光年からの開きがある。はい。でもこの場合は一光秒の距離もないと思います。言ってみなさい。ローエングラム港が狙っているのは我が軍に消耗を強いることです。それも物心両面からです。ことさら一つの陣が突破されると、それを見計らったように次の陣が現れるのはそのためです。その通り。彼らは前方からやってくるのではありません。それでしたらセンサーに捕捉されるはずですし、ローエングラム港が戦況を把握するのも難しくなります。思うに我が軍とローエングラム港の本体との間には何者も存在しません。敵の兵力はむしろ左右に薄いカードのように配置されていると思います。つまり彼らは左右からスライドして我が軍の前方に現れてくるんです。これを何とかすればローエングラム港の本営を直撃できるのではないでしょうか。なるほど、その通りだ。よく考えたものだな。接近中の帝国軍から艦載機が発進しました。ポプラン、コーネフの両戦隊で迎撃させろ。ウイスキー、ラム、ウォッカ、アップルジャック、各中隊揃ってるな。敵に飲まれるなよ。逆に敵を飲んでやれ。教えたように三機一体でな。よし、3回。俺に対抗するつもりか。50年ばかり早いと思うがね。撃つな。味方の戦艦に当たる。そのまま戦艦に追い込め。今のは撃墜したうちには入らんだろうな。チェ、もたもたやってるとコーネフの野郎に本当におごらされる羽目になるぞ。空戦は我が軍に有利に展開しております。間もなく正中堅を確保できるかと。各中隊、損害を報告しろ。こちらウイスキー中隊損失7機。こちらラム中隊14機生存。こちらウォッカ8機やられました。アップルジャックはどうした。アップルジャック中隊の生存者は召喚を含めて2名のみであります。他は全て戦死しました。他は全て。どうした。アップルジャック中隊、モランビル隊、応答しろ。こちらザムチェフスキー中尉であります。
Damn, that man got wiped out while he was talking. 閣下、我が方の艦載機軍が不利です。ここは一旦収容し、艦隊の防空のみに専念させた方がよろしいかと思われます。ああ、そうしてくれ。おい、お前さんたちの隊長はどうした？俺以上に不景気な面を見てやりたいんだ。現在では I love how these guys, they just drink on the job. Like it doesn't affect them at all. You're out there flying whatever it is you want to call that battleship or whatever. And you're under the influence. 気がかりでやられた。何気がかりでやられたかと聞いているんだ。イワン・コーネフが一騎打ちでやられるはずがない。帝国軍は何気がかりでコーネフを袋叩きにしたんだ。Damn, Konev. Ah, damn. 隊長の戦死はドッグファイトの結果ではありません。巡航艦からの砲撃によるものです。コーネフの野郎を片付けるのに巡航艦が必要だったか。だとしたら俺の時には戦艦が10隻は必要だな。That dude is gonna get himself killed too. ローエングラム港の戦術は極端なまでの重心陣によって我が軍の消耗を図ることになる。ミンツ中尉の指摘した通りだ。このまま前進するのは愚劣というものだが、停滞すれば時間を稼がれてやはり彼の術中に陥ることになる。したがって敵の重厚極まる布陣をいかに崩すか、唯一の勝機がそこにある。そこで一旦後退して小惑星帯に潜り込む。敵が後退した？はい、80万キロほど後退して小惑星帯の中に紛れ込みました。目的はこちらの兵力を散開させることにあるのだろうか。問題は動いたのが敵の主力か否かだ。声に見せつけるような動きからするとおとりのように見えますが、案外それこそが主力部隊かもしれません。いずれにせよこちらが兵力を分けるのは愚策というものです。ご決断を閣下。全軍を左翼方向へ振り向けよう。おとりと見せかけて実兵力を動かすのが敵の作戦と思われる。正面に立ちはだかって奴らの鼻面を叩きのめせ。 It's an asteroid field. So they use the... 一挙に敵の本営をつくんだ。この機を逃したら我らに勝機はないぞ。敵をローエングラム港のおそばに近づけてはならん。全艦180度回答。 So basically, I think they use the asteroid shield as... As I said, man, Yang is the smarter of the two. He has a lot more experience than Reinhardt.
He don't see it that way.強行軍に脱落感がかなり出ております。現時点で到着したのは6割ほどです。構わん。敵との間に割り込んでローエングラム港をお守りするのだ。何？ Why did he come? 報復するというのか。はあ、抵抗はしないと。我々にとってありがたいことだが情けない話だ。まったくです。なぜですか。現在の同盟にとって貴重な物資の数々をみすみす敵の手に渡すなど召喚は納得できません。そうだそうだ。物資を守りきれないとなればせめて放射能汚染させるなりして使用不能にするべきです。そうです。敵に利用させるぐらいならそうすべきです。私もです。その通りです。やっていきません。ここに集積された物資は全て民事用のものだ。支配者や政治体制がどう変わろうと民間人の生活を破壊するわけにはいかない。帝国軍はここの物資をあくまで民事用に供することとの条件を飲んだ。ならばここで無用の血を流すことはあるまい。納得できません。利敵行為だ。そうだ。あなたは卑怯だ。力ずくでもやめさせる。Damn. 機関たちは司令のお気持ちがわからんのか。売国土が。約束は守ろう。物資は我々が接収するのではなく必ず民間に供給する。感謝します。私は K を誤解していたようだ。どうだ、このまま私の元にとどまらないか。その執権を生かす職を用意する。ご好意はありがたいのですが、私は小心者ですので世間の評判が気になります。地位欲しさに物資を売り渡したと言われるのには耐えられません。部下ともどもハイネ戦への帰還を認めていただければ十分です。そうか。閣下、本1420時ローエングラム元帥閣下の直営艦隊がバーミリオン聖域において敵艦隊と遭遇。 Okay, so he got the message. 始まったか。守備要員を残して全艦直ちにバーミリオンに向かう。足の遅い艦は脱落しても構わん。急げ。こいつはとんだ権威主義に陥っていたかな。ミラーを計算に入れていなかったとは。一個艦隊の火星がついたぐらいで逃げ出す頃、うちの司令官は負けっぷりは良くないはずだがな。ミラクルヤンのお手並みをまた拝見したいものだ。敵の侵入を許すな。あと一息。あと一息で敵の機関を撃ち取れるんだ。閣下、 I don't know, man. 敵の攻撃が激しく、味方の損害が多大です。このままでは戦線が維持できません。すでに我が部隊の損害は2000隻に達しています。バカな。わずか1時間余りで6割以上が失われたというのか。はミラー艦隊に完全に間に入られてしまいました。了承だな。よく判断し、よく戦い、よく主君を救うか。感心してもいられんぞ。さすがにエネルギーやミサイルが底をつき始めている。戦艦アキレウス撃沈。ライオネル・モートン提督。戦死。密集しろ。これ以上打ち減らされるな。何としても本営と連絡を取れ。援軍を要請しろ。我に余剰戦力なし。そこで戦死せよと伝えろ。言いたいことがあればいずれバルハラで聞くと。死ねだと。よし、死んでやる。先に死ねばバルハラではこちらが先達だ。雑用にこき使ってやるから見ておれよ。ラインハルト・フォン・ローエングランメイ。全艦最大戦速。外側からの味方の砲撃にこうして一点に攻撃を集中し包囲網を突破せよ。敵の攻撃が集中するポイントの包囲網を開け。包囲網が崩れました。よし、脱出。味方を救出しろ。突入。攻撃せよ。なるべく正確に、効率的にだ。
6カ所核融合炉破損危険状態です。脱出なさってください。この間の命運はつきました。では他の艦に司令部を移す。最も近い距離にいる艦はどれか。戦艦ノイシュタットであります。総員に退去命令。はあ、総員退去。総員と言ったはずだ。Kもシャトルに同乗せよ。ですが命令だ。だがミュラーが司令部を移したノイシュタットも同盟軍の砲火にさらされ、間もなく航行不能に陥るとミュラーらが退去した直後に撃沈した。運が良いのか悪いのか。ミュラーは戦艦オッフェンブルフに司令部を移し、さらに2時間後戦艦ヘルテンに移乗した。こうして不退転の決意を持って優先を続けたミュラーは、これによって後に鉄壁ミュラーの異名を奉られることとなる。だがそのミュラーの参戦という危険極まる要素を排して、ヤンは新たな計算のもとに戦線を再構築し、ついに同盟軍の砲列がラインハルトの機関ブリュンヒルトをその射程内に捉えようとしていた。敵陣完全突破。敵の総機関捕捉。砲撃準備よし。All right, episode 51, 52. We're heading into the final battle, and I would say the Battle of Vermilion was won by Yang. No doubt about it, was definitely won by Yang. He outsmarted Reinhard once again. All right, so Yulian and Yang had a discussion. This is episode 51, I believe. They had a discussion about different battle goals for both sides. You know, how they must think a certain way. So the Alliance needs to kill Reinhard, while the Emperor basically needs to hold out long enough for reinforcements to trap the Alliance. So that's the game that we are playing. That's the yin and yang, if you will. Yang finally reciprocates Frederica's feelings, even though she wasn't outright, you know, telling him that he likes him. But because you know how women are never upfront about their feelings until, you know, way down the line. So you and the thing about it is that for him to just propose marriage like that, you know, of course this is gonna be after the war is over. Of course Frederica is thrilled, and to just go straight into marriage like that, like they haven't even had a date or nothing, you know what I'm saying? It's like, hey man, this is a bold move, but I'm going for it, you know what I mean? So respect out to Yang Man for actually, I think the narrator said at one point the reason why Yang never really committed to any woman or anything like that, because he feels like he doesn't deserve, you know, to be in a relationship or even have kids or anything like that, because of how many people he's probably killed or whatever. So he felt a lot of guilt of, you know, pursuing having a family because of all the people he has killed, deaths that he has caused. So it's pretty unique for him to, you know, I can understand where that is coming from, but listen, man, you have to move on. It's kind of like the situation like this, right, where you're gonna let things that happen in your life be so projected through you that you like make these decisions. It's just like, I'm not gonna have kids because I don't know, you know, what they're gonna turn out to be. I'm restricting myself, doing the natural thing, the most natural thing that we're put in earth to do. I'm just going to decide that I'm not gonna do that because, you know, I don't want my child to be molested. There's too many bad people in the world. I don't want it to get kidnapped. I don't want anything bad to happen to my kid. So I'm just gonna decide
that I'm not gonna have kids. You get what I'm trying to say? So it's like people make these arbitrary decisions based on, you know, their experience or what they see. But truth be told, you don't know what the future holds. You don't know if your kids are going to end up in that situation. So it's kind of like that. Not exactly, but it's kind of like that. The guilt that Yang is feeling for never pursuing a family or anything like that. Well, he's overcome that guilt, finally decided to be with someone. So I'm happy for him. Both fleets engage each other, of course. And of course, they both suspect each other of traps. So, of course, Yang organizes his fleet and they go out to face Reinhardt's flagship, Brunhild. So I wrote it down here. Hopefully that's I'm pronouncing it right. So Reinhardt actually divides his fleet and put up multiple layers of ships. So every time they break through one, that one retreats to the back, and it's a never-ending line of defense. It's a good strategy, but you're also losing ships along the way. So it's only going to be a matter of time. But you know, it can be frustrating. It can definitely be frustrating for your opponent. So basically, they're rotating to the back, always having a line of defense. So of course, Konev gets killed in battle. I didn't expect Konev to die, to be honest, but he died. I don't know if it was on screen or off screen. I don't know if I missed it. I don't think I did. I don't think I did. I don't know. I think the guy just came in the room and just announced it to the other guy, told him that Konev died. So all right, so Yang finally realized what was going on through Yulian, of course, and it's basically a sort of endurance, right? So that basically Reinhardt, the fleet tries to continuously reform in the front line, and they just can't get through. So of course he devises another plan to lure Reiner back, so they retreated back into an asteroid field, and kind of, I don't know exactly what happened here. I think they disguised themselves in the asteroid field, so they didn't know until they got there, and it was too late already because they retreated there. Tricked them into entering the asteroid field that they didn't realize. They thought it was just a bunch of ships. Turns out to be a bunch of asteroids and stuff. So of course Reinhardt gets separated from main force, and he got surrounded, but then Muller came in, and he was like the first to return because they hear what was happening. So they were waiting to get word that the battle started so that they can come in and surround Yang. Basically, he came in, acted as a shield, did his job, and kind of fight him away. Luckily, he escaped with his life nonetheless. It was good. He was clutch. He came in clutch. I think the rest of the fleets are on their way back, so I don't know, but I would definitely give Yang the dub for this one. But he does have Reinhardt ship in range, so I don't know how that's going to turn out. I guess we'll see that next time on Legend of the Galactic Heroes. Anyways, thank you guys so much, man. This has been a really good episode. Really 2 good episodes, and I talked as much as I could talk. Let me know in the comment section, what do you guys think would be better? I'm posing the question to you guys. I gave my stance on it at the beginning of episode 52. So let me know what you guys think about it. What do you think is better? Is it better to have the worst democracy or the best autocracy? Let me know what your thoughts are in the comment section, and I'll be looking for those comments. Okay, I'll be looking out for them. Thank you guys so much. I appreciate y'all. See you guys for the next one, man. Peace.